最近自信がなくなることばかり。やる気も起きねえな。どうも、マインドオーガナイザーのクー先生です。よろしくお願いします。今回はあなたの自信とやる気をブーストさせる魔法の物質についてお話ししていきます。こういうとなんかちょっと怪しい動画みたいですけど、全然怪しくないんで、ご安心ください。それは脳内の幸福物質と言われる、セロトニンについてですね。そのセロトニンのメリットと、活用方法についてお話しさせていただきます。このチャンネルでは、脳を鍛え、メンタルを安定させ、マインドを整えれば最強になれるというコンセプトでやっております。自己成長とか能力の向上、精神力の向上とかですね。そういう人生の QOL を高める、ノウハウ知識を、シェアしていきたいと思っております。よかったらチャンネル登録お願いします。もっと自信を持ちたいのになかなか行動が起こせない。やる気がいつもでも出ないのは自分の心が弱いせい。あなたにもこんな風に考えた経験はないでしょうか？頑張ろうと思っても脳内では行動のブレーキがかかり続けている。それはまるで努力を続けるためのガソリンが漏れ続けている状態と同じですね。この問題を放置し続けるとあなたはいつまでもやりたいのにやれない、自分はなんて落ちこぼれなんだみたいな自己肯定感を下げるループから抜け出せなくなるかもしれません。ですが安心してください。あなたの努力が続かない、努力がめんどくさいと感じるのはあなたの性格だけの問題ではなく、実はセロトニン不足が原因だったっていうのが科学的に判明されてきております。なので、この動画を最後まで見ることによって、あなたには辛抱強さとか、あとは内側から湧いてくるやる気を手に入れることができます。なんで、最後までよかったらご視聴ください。ところで、セロトニンとは何でしょう？よく心の安定とか、気分の改善、安心感を得たりとか、主にメンタルヘルスですね、の面で、セロトニンってのは、効果的とは言われてるんですけど、実はそれだけじゃないんですよね。セロトニンってのは大きな機能として、気分の改善ってのがあるんですけど、実は、努力を続けるための辛抱強さとか、あとは目標を達成しようと思える、意欲にも影響があると言われてるんですね。なんで、セロトニンっていうのはメンタルの安定を保ちつつ、より良い未来に進んでいくための、力強さを手に入れるための、心の栄養剤として機能するわけなんですね。前回ドーパミン、やる気といえば、行動を続けていくためのやる気といえば、ドーパミンだよねって言われるんですけど、習慣化とか、行動の連続で、目標達成はしていくんで、そういう目標達成のためのドーパミンですね、の仕組みとかメリットについて話した動画があるんで、もしよかったらそちらもご覧ください。説明欄、コメント欄に URL 載っけておきます。で、その行動へのやる気につながるドーパミンとは別に、そのドーパミン不足のせいでやる気が落ちると思いきや、そのドーパミン不足だけじゃないんですよね。やる気が落ちる原因っていうのは。実はセロトニンが少なくても意欲が下がると言われてますね。なんで、疲れてるわけじゃないのに、やる気が出ないっていう人は、セロトニン不足を疑ってみるのも、一つの解決策ですね。量子力学、量子科学技術、量子科学技術、量子科学技術研究開発機構の研究によると、めっちゃ長い名前。それは置いといて。セロトニンが低下すると、行動への労力とかコスト、かかるであろうと思う、苦労とか努力ですね。に対して億劫に感じやすくなるっていうのが判明しました。つまりめんどくさいと感じる感覚が、上昇するってことですね。セロトニンが不足すると。例えばたった5分でできる掃除。例えば脱いだ服とか靴下を洗濯かごに入れるとか、すぐできるじゃないですか。2秒ぐらいでできることでも、すごいめんどくさいと感じてやらなくなっちゃうみたいなね。つまり、脳の労力に対するコスパっていうんですか、コスパを予測する機能が強くなりすぎちゃうってのがありますね。ちょっとしたことでも、すごいエネルギーを使うんじゃないかと脳が錯覚しやすくなるってことですね。つまり。この問題への解決策は、非常にシンプルですね。それは、セロトニンを作り、運び、減らさない。この3つをしっかり守ることで、あなたの脳のコスパ計算機を正常に保つことができますね。それでは、あなたのセロトニンを増加させ、意欲と、自信ですね、をブーストさせる、実用的な方法を、3ステップに分けて解説していきます。1個目が、セロトニンを作るスイッチですね。有名なのが、日光を浴びることですね。
具体的なやり方としては、起床後30分以内に、5分以上ですね、の太陽の光を浴びる。これだけですね。曇っててもいいとは言われてますね。曇ってても外開けたら明るいじゃないですか。あの程度の光で全然十分です。約1.7万人を、導入した研究によると、太陽の光を多く浴びれば浴びるほど、うつ傾向にあった人たちの、うつ症状っていうのが改善されていったっていう研究結果がありますね。日光を浴びることで、セロトニンが、分泌されて、メンタルの安定、あとは気分の改善につながっていったってことですね。これはセロトニンの基本の、機能というか役割ですね。を証明した、実験ですね。セロトニンっていうのは、あとは、体内の中で、時間が経つとメラトニンっていう、入眠の物質、睡眠の質に関わる脳内物質、神経伝達物質があるんですけど、それの生成にも関わってるんで、その朝、セロトニンを出すことで、夜寝つきが良くなるってのもありますね。で、セロトニンを増やす方法の2つ目が、トリプトファンを取るですね。トリプトファンっていうのは、セロトニンの原料になる、必須アミノ酸の一種ですね。トリプトファンっていうのは、チーズとか、乳製品、あとは大豆製品、ナッツ類、あとは、バナナにも多く含まれると言われてますね。なんで朝はバナナとヨーグルトを食っといて、太陽の光を浴びまくってれば、セロトニン出まくって、気分が安定しやすくなりますね。大豆製品なんで、納豆とか味噌汁、純和風な朝食とかでも全然 OK ですね。なんかオーソドックスな組み合わせ、味噌汁、ご飯、納豆みたいな。あとは魚とか目玉焼きとかあったりね。そうそう。そういうのって、セロトニンを自然に出してて、もうその一日の気分の安定というか、活力につながってったんだなーって感じですね。結構理にかなったメニュー内容なんですよね、実は。うん。なんか味噌汁飲みたくなってきた。余談なんですけど、味噌汁結構好きなんですよね。そうそう。ちょっとインスタントじゃなくて、液体味噌なんですけどね。なんかボトルに入ってる液体味噌あるじゃないですか。あれになんか、そう、ネギとか、青さとか、あとはとろろ昆布とか、入れたりね。最近は麩とかも入れたりしてますし、あとは山椒ちょっとかけると高級感が出て美味しいんですよね。っていうね。また話脱線してますね。いや、味噌汁好きなんだよな。味噌汁とご飯あれば、もうなんか一日過ごせるわ。なんて。とにかく、セロトニン出すには、原料であるトリプトファンを、日頃から取るのがいいですよって感じですね。材料がなければね、いくら、セロトニンを増やす行動をしたところで、材料がなかったら、量も増えないですしね。乳製品と、大豆製品と、ナッツ類と、バナナですね。代表的なのは、この4種類ですね。認知機能の改善の研究では、トリプトファンの補給をすることによって、セロトニンの乱れが、改善され、記憶力とか気分の改善につながったっていう研究結果がありますね。あとは、軽度のうつ病傾向があると診断された人たちに、トリプトファンと、あとは、ビタミン B6、あとは神経疲労を取るニコチンアミドとかですね、を取ってもらったところ、重度の抑うつ気分っていうのが、その迅速に改善されてったっていう研究結果もありますね。抑うつ気分にはトリプトファンって感じですね。気分の改善ですね。で、トリプトファンを取るポイントは、炭水化物とセットで取るですね。炭水化物とセットで取ることで、トリプトファンの吸収率が上がると言われてますね。なんで、納豆とご飯とか、あとはさっき言ったバナナとヨーグルト。バナナ自体が炭水化物含まれてますからね。バナナ1本で完結してるって言ってもいいかもしれないですね。なんで、朝はバナナだけ忙しい時は食べるのはありかもしれないですね。バナナ加えながら通勤するみたいな。なんだその光景みたいな。食パンじゃないんかいみたいな。バナナ加えて、遅刻遅刻みたいな。ちょっとやめましょうかね。はい。すごい絵だな。で、セロトニンを増やす方法の3つ目が、リズム運動ですね。リズム運動っていうのは、一定のリズムで体を動かす運動ですね。そのままですね。ウォーキングとかジョギングとか、あとは階段の上り下りとか、あとはスクワット、腕立ても、規則正しくやってればリズム運動。同じ動きを繰り返す運動ですね。あとは咀嚼ですね。ガム噛んだり、食べ物をよく噛んで食べたりとかですね。そういうのもリズム運動になりますし。あとは、深呼吸ですね。呼吸もリズム運動になるんですね。一定のタイミングで、吸ったり吐いたりしてれば。なので、呼吸瞑想とかでもセロトニンは、出やすいですね。で、セロトニンを減らさないコツというか、ポイントとしては、ストレスを減らすですね。東京都医学総合研究所の研究によると、慢性ストレスってのは、セロトニン神経の、形態を減少させて、うつとか不安とかを誘発するってのが分かってますね。なんで、ストレスが長く続けば続くほど、セロトニンが作られにくくなって、不安とかうつとか、そういう症状が出やすくなるって
ってことですね。よくあるじゃないですか。働きすぎて、心を休める暇もなくて、鬱っぽくなっちゃう人とかね。私もね、昔やったんですね。週6とかで働いてた時あって、すげえ本当に、帰ってきたらもう寝るだけ。で、寝て起きたらすぐ仕事みたいなね、そういう時期があったんですけど、働きすぎて、すごい気分の回復とか趣味とかも全然なかった時で、そうですね。今思うとすごい暮らししてたな。あの時ちょっと鬱っぽかったですね。気分も落ち込ん、どんどん働けば働くほど落ちていくというかね。あれは本当に休む暇もなく、ストレスを解消する暇もなく、どんどん溜まってって、ストレスにある状態が続いていったせいで、セロトニンが減少してみたいな、そういう状態だったかもしれないですね。なんで働きすぎは良くないですね。あとは趣味を持つのも大事ですね。その仕事が趣味みたいになってる人だったら全然いいと思うんですけど、働いてること自体がストレス解消になってるみたいな、そういう働き方だったらいいんですけどね。ただの労働作業とかだったらね、やりすぎは良くないですね。そして同じ東京都医学総合研究所のもう一個の研究では、セロトニンのレベルが高いと、不機嫌さ、気分の乱れが減少して、あとは協調性、人との友好関係を築く、協力していく、協調性ですね、の傾向が増加するっていう研究結果が出てますね。セロトニンが出ることによって、気分が改善され、いい気分になって、人とうまく関われるようになるってことですね。確かに働きすぎてる時は、心も乱れやすかったし、なんか人と関わるのもめんどくさいみたいなね、そういう時ありましたね。いやー、今思うとセロトニン本当にぶっ壊れてましたね。マジで爆発してましたね。はい。皆さんも働きすぎにはご注意ください。なんか趣味とかね、ストレスを発散する何かがあればいいんですけどね。注意点としては、そのストレス発散のために酒とかギャンブルとか、あとは暴飲暴食とか、そういうのはやめましょうってことですね。ギャンブルは勝ってればいいんですけど、負けた時にもストレスになるじゃないですか。そうそうそう。で、ストレスが出ると、人間っていうのはそのストレスを防御するために、ストレスホルモンと言われるコルチゾール。コルチゾールがストレスの元になってるんじゃなくて、ストレスを防御するためにコルチゾールが出るんですけど、そういうコルチゾールが出るような行動は、逆効果なので、やらないようにしましょうってことですね。とにかく、ストレスをうまく発散することが、セロトニンを減らさないコツですね。ここで一つ問題なのが、セロトニンが低い状態の人ってのは、何でもかんでもめんどくさいと感じやすいって言ったじゃないですか。なんで、そのめんどくさいと感じるから、太陽の光を浴びるのも、リズム運動をするのも、トリプトファンを取るのも、今言ったような対策ですね。取るのもめんどくさくてできないみたいな状態の人がいると思うんですけど、そういう人は本当にスモールステップというか、ちっちゃいことでも、やれたら OK と思うことですね。完璧を目指さないですね。そういうなんかめんどくさいという感情が湧きやすいなって時は、セロトニン不足のサインなんで、それを認識できてる自分っていう、セロトニンがないんだっていう原因が特定できてる自分に気づけるだけでも自分を褒めてあげてください。で、気分が改善していけば、ドーパミンも出るし、自分を褒めることで、そのドーパミン、頑張って出したドーパミンでカーテンを開けるっていう行動をして、で、その太陽の光を浴びて、セロトニンが徐々に増えていくようになれば、めんどくさいも改善、ちょっとずつですが、されていくと思うんで、ちっちゃいことから始めましょうって感じですね。なんかいつもこの結論に行きますね。やっぱスモールステップとか瞑想もそうですけど、世の中に爆発的に流行ったテクニックとかそういうのってそうですね。多様性がありますねっていうね。また話脱線してますね。いずれスモールステップだけ、瞑想だけでテーマで話そうかな。お楽しみに。このようにこのチャンネルでは、メンタルヘルスとかも含めて、メンタル安定させる方法とか、鍛える方法、あとは脳科学とか、思考術とかを通して、人生の質、QOL を高める方法をシェアしております。今回の動画が面白かったら、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。まとめですね。セロトニンってのはただ単に気分の改善だけじゃなく、めんどくさいっていう感じる、億劫に感じる、脳の中でコストを計算してる部分があるんですけど、行動を予測した時の、なんかそのかかる労力ですね。のメーターが、セロトニンが不足することによって、過剰に反応しやすくなって、めんどくさくなるっていうのがあるんで、セロトニンを増やすことで、めんどくさい、ちょっとめんどくさいけど、頑張ってやるかみたいなね。そういう意欲とか、そういう、行動への意欲が改善される
いうメリットもありますね。で、セロトニンを増やす方法はシンプル。日光を浴びる。トリプトファンを取る。リズム運動をする。で、減らさない努力としては、慢性ストレスを減らすですね。ストレスを減らす。ストレスを発散する方法を自分なりに、趣味を増やしたりとか何でもいいんですけど、そういうのをするですね。とりあえずは太陽の光を浴びましょう。家にこもってる人もいるかもしれないですけど、とりあえずたった5秒でもいいから、そうそう。一瞬開けるだけでもいいんで、なんかそういうとこから始めましょうかね。あとはチーズ食べたり、バナナ食べたりとか、バナナ苦手な人、チーズ苦手な人もいるかもしれないですけど、味噌汁飲んだりとか、そういう食べ物からやるのもありかもしれないですね。うん。そうだな。セロトニン増やすにはまずトリプトファン取ってからかも。セロトニン増やすにはトリプトファン取るとこからやるのが手軽かもしれないですね。うん。チーズ買ってこようかな。うん。いいかもしれない。というか味噌汁飲むか。うん。飲みたくなってきたわ。てなわけで、セロトニンを増やして自分の気分の改善とか、あとは、気力ですね。の回復に役立ててみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。関連動画は、どうしようかな。関連動画は、前回の動画ですね。ドーパミンですね。これもやる気に関わるテーマなんで、セロトニンとはまた別の、継続するためのやる気ですね。ドーパミンなんで、こちらも参考までに、もしよかったらご覧ください。URL、説明欄とかコメント欄に貼っておきます。てなわけで、最後までご視聴ありがとうございました。よければ、また次の動画も見てやってください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。マインドオーガナイザーのクー先生でした。またね